韓国歴史ドラマ遺産についてお話ししましょう。この作品は2007年に制作され、1話の放送時間は約1時間。全77話という大作です。韓国歴史ドラマはどれも見応えがある作品が多いですが、全77話という長さもあり、じっくりと楽しめますね。監督はチャングムの誓いやトンイで知られるイ・ビョンフン監督です。この作品にもチャングムの誓いやトンイで活躍した俳優さんたちが数多く出演しています。ドラマをご覧になった方は、同じ監督だからか、と気づいた方も多いのではないでしょうか。これからご覧になる方は、何だろうと思われるかもしれませんが、それはお楽しみの一つとして取っておいてください。ちなみに、これら3つの作品は、制作順では、チャングムの誓い、イサン、トンイとなりますが、物語の時代設定では、チャングムの誓い、トンイ、イサンとなります。この順番の違いがドラマ内の伏線回収にもつながっているので、ぜひ楽しみにしてください。イサンを見た感想についてお話しします。ドラマの冒頭では何が起こっているのか、状況がわからない緊迫した場面から始まります。そしてこの場面にまつわるストーリーが何話にもわたって続きました。何が起こっているのか理解が追いつかず、一度視聴をやめて調べてみると、これは韓国ではほとんどの方が知っている歴史上の事件だったのですね。私はこの事件について全く知りませんでした。世界史でも触れる機会はなかったように思います。ドラマのストーリーはこの歴史的背景を知っていることを前提に進んでいるように感じました。王様がどのような政策を行ったのかが詳細に描かれている一方で、背景を知らないままだと、なぜその政策が重要なのかわかりづらい部分もありました。例えば、なぜ頻繁に命を狙われているのかという理由、人材を幅広く集めようとした意図、親衛隊育成に力を入れた背景などです。見終わった直後の感想としては、わからない部分もあったけれど、全体的にとても面白かったという印象でした。このドラマは歴史を詳しく知ることで、さらに奥深く楽しめる作品だと感じました。
これからその背景や王様が行った政策について詳しくお話ししていきたいと思います。ドラマのタイトルであるイサンとは、朝鮮王朝第22代王チョンジョの名前です。イが姓で、サンが名前です。そしてこのドラマの物語は、彼の祖父にあたる第21代王ヨンジョの時代から始まります。まずは祖父ヨンジョの歴史的背景や時代の状況をお話ししましょう。イサンについてお話しするにあたって、どうしてもネタバレが含まれます。ネタバレが気になる方は、ここで動画をストップして次の動画へ進んでください。ドラマイサンは1762年に起きた事件から始まります。物語の舞台となる時代は1800年までの約40年間です。日本では江戸時代、徳川吉宗の孫である第10代将軍徳川家治からオットセイ将軍と呼ばれた第11代将軍徳川家斉の時代にあたります。田沼意次が政治の中心にいた時代です。中国大陸では秦の第6代皇帝乾隆帝から第7代皇帝嘉慶帝の時代です。ヨーロッパではエカチェリーナ2世がロシア皇帝に即位し、音楽家のモーツァルトが活躍。フランス革命が起こりました。アメリカはイギリスからの独立を宣言しました。ヨンジョの父は第19代王スクチョン。母は側室のスクピンチェ氏です。ヨンジョは第21代王ですので、間にお一人王様がおられます。ヨンジョには6歳年上の腹違いの兄がいました。スクチョンとヒビンチャン氏の息子であり、セジャである第20代王キョンジョンです。キョンジョンの治世は短いながらも派閥間の対立や後継者争いなど様々な波乱に満ちていました。ヨンジョを深く理解するには、彼が即位する前の出来事を知る必要があります。キョンジョンの治世の間に何が起こったのかを知ることで、ヨンジョがどのような道をたどって王となったのかが見えてきます。ドラマでは描かれていませんが、この時代を振り返りながらお話ししていきましょう。キョンジョンの時代についてお話しします。父である
スクチョンの治世中から政治的な派閥争いが続いていました。ソインパとナミンパが激しく対立していました。しかし、キョンジョンの母、ヒビンチャン氏が王妃を廃位されたことで、ナミンパは没落します。ヒビンが毒を賜り、命を終えたとき、キョンジョンは13歳でした。この出来事が大きな衝撃となり、彼はうつ病を患ったと言われています。ナミンパの没落により、ソインパの勢力が増大しましたが、その内部で意見の相違が生じ、ノロンパとソロンパに分裂しました。ノロンパはスクピンチェ氏とその息子であるヨンジョを支持し、対立するソロンパはセジャであるキョンジョンを支持しました。両派は激しく対立しました。スクチョンの治世中はノロンパがやや優勢だったようです。その後、スクチョンが亡くなり、キョンジョンが32歳で即位しました。しかし、即位後もノロンパとソロンパの派閥争いは収まらず、王宮内の緊張が続きました。キョンジョンは病弱であり、跡継ぎとなる子供がいなかったため、ノロンパは腹違いの弟であるヨンジョを次の王位継承者に推しました。ソロンパはこれに反対しましたが、キョンジョンはこれを承諾し、ヨンジョはセジェに確立されました。ノロンパはさらに一歩踏み込みました。キョンジョンの病状を理由に、セジェであるヨンジョによる代理調整を提案したのです。代理調整とは、王様が幼かったり、病気になったりしたときに、王族が代理で政治を行うことを指します。しかし、この動きにソロンパが猛反発します。ソロンパは次のように主張し、両派の間で激しい対立が生じました。ノロンパはキョンジョンを亡き者にし、ヨンジョを新たな王に据えようとしていると。両派の間の対立は激化しますが、ノロンパが負けました。ノロンパが欲張りすぎた結果だったのでしょう。ノロンパの重臣4人が流罪となりました。この一件でノロンパの影響力は大きく後退し、代わりにソロンパが政権を掌握することに成功しました。この出来事は真珠草と呼ばれています。真珠草の翌年、さらなる
重大事件が発生しました。ノロンパの一部が四女を担ぎ上げ、王であるキョンジョンを亡き者にしようとしたとして告発されたのです。その計画に四女も連座したとされました。これは王に対する謀反の計画です。謀反は国家を揺るがす重罪にあたります。この事件の結果、前の新中草で流罪となっていたノロンパの重臣4人は、亡命により刑が執行され、命を落としました。本来ならば、謀反に加担したとされる王族に命はありません。しかし、キョンジョンは弟である四女への刑の執行を拒否しました。これは兄弟の絆が非常に深かったためだと言われています。さらに四女の養母であり、スクチョンの4番目の王妃だったイニョンワンフ・キム氏も四女をかばう立場を取りました。彼女はエビとして強い影響力を持っており、彼女の助力も大きな要因となって、四女は処罰を免れました。これら2つの事件、新中草と移民草は、まとめてシニムサファ、またはシニム草と呼ばれています。どちらもキョンジョンの治世における重大な政治的混乱を象徴する出来事でした。